職場巡視シリーズ後編は工場倉庫編だよ。ヘルメットをかぶって現場を歩きながら産業医が見ているポイントをお見せするね。こんにちは、人事課長のゆきです。今日は倉庫の巡視に同行します。足元に気をつけて歩きますね。シェルです。今日は私たちの物流倉庫を見ていただきます。よろしくお願いします。まず今回の大きなテーマから法律の改正で2026年4月から高年齢の働く人の労災防止対策が全ての会社の努力義務になったんだ。対象の目安は60歳以上の働く人。国の指針も出ているよ。背景には高年齢の方の転倒転落や腰痛などの労災が多いことがあるんだ。具体的には何から手をつければよいですか？一番は転倒転落対策。減らせる段差はスロープや配線モールで減らすこと。床の配線はなるべく整理することだね。どうしても減らせない段差は見えやすくすることが大事。トラテープなどで境界を強調して視認性を上げるんだ。通路の配線そのままにしていました。あれはつまずきますね。次は腰痛対策。基本は人の力に頼らないこと。台車やリフターなどの機械化省力化を進めることだよ。合わせて物の動かし方も工夫できる。持ち上げるのではなくスライドさせて動かす方法の推進も検討する価値があるよ。気合で持ち上げない工夫ですね。重い箱若い頃と同じつもりで運んでいました。そこでおすすめなのが体力チェック。厚生労働省の転倒等リスク評価セルフチェックには5つの測定項目があるんだ。2ステップテスト、再ステッピングテスト、ファンクショナルリーチ、海岸片足立ち、平岸片足立ち、歩く力、敏捷性、バランスを測るよ。そして私のおすすめはこれに握力を足すこと。握力は全身の筋力のバロメーターと言われているからね。自分の体力が数字で見えると意識が変わりますね。最後に化学物質の話。洗剤や薬品を小さい容器に移し替えた時は小分け容器への表示を徹底すること。中身が何かを示すラベル、そして危険性を伝える SDS、GHS 分類のルールがあるよ。ペットボトルに移した洗剤ラベルを貼っていませんでした。それが一番危ないパターン。飲み物と間違える誤飲事故が実際に起きているんだ。必ず表示してね。それでは今日のまとめだよ。高年齢労働者の労災防止は努力義務に。転倒転落は段差を減らして残る段差は目立たせる。腰痛は機械化とスライド移動。体力チェックと小分け容器の表示も忘れずに。直すところがはっきり分かりました。早速取り掛かります。巡視はダメだしではなく職場を良くするヒントの時間ですね。今日の内容は一般的な情報だよ。実際の対応は会社の設備や体制によって異なるから、個別の判断は必ずそれぞれの会社の産業医や人事に相談してね。ご視聴ありがとうございました。